はい、どうもです。ということで、今回はこちらの白黒調査員を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われていたアメリカの地域チャンピオンシップにおいて、10勝3敗で見事プロツアー権利を獲得したリストですね。かなり独特なリストでの権利獲得ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。見ての通り、敵ある調査員が4枚ガン積みされているデッキなのですが、調査員を何度もブリンクすることができ、相手の反動を常に0枚にすることが容易なデッキになっています。税決の刃や敵ある調査員など、デッキ全体が場に出た時に仕事をするカードで占められていて、ギラプールの守護者でブリンクしたり、養育するピクシーで出し直したりすることによって、どんどんとアドバンテージが取れるようになっていますね。忘却の儀式を無理なく採用できるのも強く、メインから積まれることも多くなった裏ブラスクの溶鉱炉や、追放する必要があるアクロザスなどを2マラで難なく対処することができます。15マッチほど回してみたのですが、見ての通りシナジーが美しいデッキで、対ボロス召集のメイン戦だけだいぶきついですが、他のマッチアップに関しては、どのデッキに対してもメインからしっかりと戦うことができました。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、サイドボードを含めどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。はい。ちょっとひよっこだらけですが、キープしていきましょう。まあ、ひよっこはドローカードみたいなものなので、まあ、ある分には全然問題ないですね。さあ、1、2プラス、トークンを出していく。さあ、相手は、赤タンタッチ緑ですね。赤タンタッチ緑は、アメリカの地域チャンピオンシップにおいて、見事ね、優勝を果たしたデッキですね。まあ、赤タンと違って、ドルイドが入っている分、まあ、長期戦にも強い、アグロデッキになっています。さあ、即走。まあ、チャンプしますか。基本的にパンプで、大ダメージを入れてくるデッキなので、さあ、火遊びをひよっこ総裁に打ってくる。まあ、それは全然 OK ですね。ひよっこ総裁にさらに出して、さらに税決の刃で、即走も除去っていきましょう。さて、まあ、この熊野に関しては、まあ、一旦通すしかないかなという感じではありますが、まあ、即走と違って、果敢がはないということで、まあ、スルーしてもいいかなと。さあ、ここは2点だけ。構えてくる。なるほど。まあ、ドルイドがあるのか、火力を持っているのか。まあ、一旦守護者を出していきますか。まあ、土地が引けてればね、忘却の儀式、プラス、まあ、トークン作りっていうのでもよかったんですが、まあ、このターンは3マナしかないため、守護者で、ブリンクをしていくと。この動きもね、かなり強いんですよね。まあ、こういうアグロ相手以外だと、敵ある調査員を出してから、守護者で、さらにブリンクするっていう動きもすることができますね。さあ、ここはドルイド。土地と熊野。うん。まあ、忘却の儀式を使うことができるので、まあ、難なく対処することはできますね。まあ、ただ土地が引きたいかな。土地引かず。これは、ピクシーから行きましょう。ピクシーで、はい、刃を戻してからのさらに出し直し。このデッキだとね、ピクシーが本当に、もう単純に1マナ22飛行ということで、かなりね、強く使うことができますね。さあ、ここまでは流れは結構いいですが、さあ、ただここで目立ちたがり。これは、大ダメージをもらう可能性があるので、まあ一旦ジャンプしていきましょう。今一瞬止まったんで、まあ1マナのスペル持ってるんですけど、まあジャミのベールは、2枚しか入ってないはずなので、さあ持ってるかどうか。持ってる。これは強いですね。さあ一旦目立ちたがりが守られていく。うん。16点あるんで、まあ、このターン死ななければ、という感じではありますが、まあ、目立ちたがりをチャンプするかどうかですね。ジャミのベールで、タフネスも上がってるんで、
まあ二段攻撃とかがない限りは、おそらく死ぬことはないかな。パンププラス二段攻撃だと、まあ死にうるかな。まあただトップからそこまで引いてるのかどうか。あ二段攻撃ありますね。このカードね、入ってるのは、地域チャンピオンシップで優勝したリストの、多分コピーですね、これは。相当の巨人で、まあ二段攻撃をつけて、まあさらにその後ね、まあ、威迫のでっかいクリーチャーが出てくると、これは、さすがに厳しいか。一旦、忘却の儀式で、目立ち下がり除けるんですけど、相手ミスラランドを持ってるので、チャンプしないといけないですね。まあ、悪夢出して、忘却の儀式使いますか。まあ、悪夢の方を使うことによって、一応スクライ2もできるので、まあ、トークン作るよりこっちの方がいいかなと。さあ、目立ちたがりは一応除去っていきましょう。土地は2枚ともボトムに送っていく。さて。いや、かなり厳しい状況でありますが、1点残るはず。ミスルランドで、プラニー修正も入るんで、まあ一応、果敢の方をブロックして、3点だけ入るんか。はい。さあ、ここは相打ちを取っていきましょう。クリーチャーがいなければいいですが、追加のクリーチャーが、はい、OK。さあ、相手、まあ、ハンドがあるので、調査員出していきましょう。ルツボ。まあ、ただ、赤単相手はね、さすがに、トークンを避けることができないですね。土地。これは、一応クチルで、2点ゲインできるんで、威迫を止めることができて、2点残るかな。ミスランド起動してから殴られても、巨人が一応止めることができるので、ギリギリ耐えてはいますね。はい。これはステップを飛ばしてしまったため、しまった。まあ、どっちにしろかなりね、厳しい状況だったんで、まあまあ、仕方ないですね。まあ、ミスラランドを起動するかと思ってたので、まあ、起動されなかったことにより、出たミスですね、今のは。ドレッド入れて調査員抜いて、で、まあ一応ギックスの命令も入れてからの、まあ除去をちょいちょい、増やしていくと。で、今の場面だと、クチルは活躍できたんですけど、まあ基本的には、このマッチアップではいらないカードではあるかなと。で、あとは避難の道を、まあ2枚ぐらい入れておきたいぐらいですかね。まあ基本的にはボロス招集用のカードではあるんですが、まあジャミのメールとかがね、結構めんどくさいので。さあ、1本目負けて2試合目。はい、キープしていきましょう。まあ、ひよっこ、悪夢、リディアナと、まあ、綺麗に繋がっていくハンドではありますね。1ターン目ひよっこ、操作員からの、まあ、2ターン目はタップインからの悪夢ですね。さあ、相手は悪魔のから、操作員引く。これはまあひよっこ出して、ターン渡しますか。まあ1試合目と、同じような展開ですね。即走。まあ2、3のため。ただ相手、インスタント持ってなかったですね、これは。まあリディアナ一旦使っていきますか。さあ、即走は、まずは対処をしていく。ただ現状、まあ除去かギックスの命令のみということで、目立ちたがりが来るとちょっときついんですが、さあ、ただここはヨコロ。ヨコロは、リリアナに行く。まあリリアナは全然倒されて OK なんで、まあ3点ゲインできたような感じですね。そして儀式をここで引いてくる。これだいぶでかいですね。
儀式で、まあ、陽光炉もね、しっかりと対処することができると。まあ、悪夢を避けて、スクライ2しながら、除去っていきましょう。儀式2枚目。ギックスの命令も打ちたいんで、まあ、5マナ目は確保して、で、忘却の儀式は、墓地からね、もう一回使うことができるということで、まあ、一旦、いいかな。で、この操作員は、ギックスの命令で、ハンコンつけたいんで、まあ、ブロックはしないですね。さあ。まあ、これは、おそらく暗号破りですね。まあ、パンプスペルがなければ、ギックスの命令がしっかりと刺さっていく展開ですね。パワー2以下すべて破壊と、プラにハンコン。OK。さあ。相手のクリーチャーを対処しながら3点ゲインをしていく。ここまで来ると、はい。まあ、だいぶ、こちらが有利な、展開になったかなと。これはもう、ミスラランドいきますか。さあ、3点アタックからの2点ゲイン。うん。まあ、ここから赤単にまくられることは、はい、ここで投了と。GG。さあ、先手後で変わるんですが、まあ、このままでいいかな。避難の道をもう一枚入れるかどうかぐらいですかね。まあ、このまま行きましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。除去がない。除去がないですが、これ結構迷いますね。1枚何かしら引けたら結構強いハンドなんですけど、まあ引けるかどうか。まあキープしてみますか。ひよっこから、まあ一応ドローはできるんで、2、3ターン以内に、まあ何かしらの除去を引いていきたいっていう感じですが、さあ、ただここは調査員を引いていく。うん。まあ展開によってはね、赤ターン相手も、調査員は全然ね、有効ということで、さあ構えてくる。相手これドルイドですね。このターンはピクシー出しますか。で、まあちょっともったいない使い方ではあるんですが、ピクシーを、まあバウンスせずに、そのまま出していく。まあ目立ちたがりから、まあ大ダメージ入れられるのが一番きついということで、相手目立ちたがりとヨコロ。まあただここはヨコロ出していくと。うん。まあこのターンは、2点だけですね。さあ、出た時誘発の除去が欲しいんですが、まあブレイズ行くか、4、5歳行くか、まあブレイズ行きますかね。ブレイズ出して、アーティファクトサクリ。まあさすがにヨコロは避からないと思うんで、2点プラス1ドロー。うん。まあこのドローをしながら、忘却の儀式を探していきたいっていう感じですね。はい。これは、まあマナがないので、ブロックしていきましょう。さあ、次のターンあたりから、ヨコロもダメージが入っていきますね。刃。刃は今はいらないので、まあ一旦調査員行きますか。調査員行って、で、まあファクト、サクリですね。さあ、ワンディスカード発生。うん。から、まあ、ブレイズ、まあいいか。いや、土地作りますか。はい。さあ、これで、まあおそらく次のターンには相手の反動を枯らすことはできるんですが、ただ、異様航路を対処できないとちょっと厳しい、展開ですね。リーチだけブロックしていきましょう。さあ、残り11点まで。ただ、ここも土地。うん。まあ、悪夢プラス、ピクシープラス、刃。でいきますか。うん。
まあ一応即走も対処はね、しておきたいんですね。さあ、まあ殴れるとこは殴っていきますか。一応相手もね、そのブレイズによって毎ターン2点入ってるんで、まあライフもね、そこそこ削れてはいますね。あと2ターンぐらいでね、こっちも多分、ライフを削り切ることは可能なので、まあ一旦一応刃を戻して、土地か、アーティファクトかな。うん。さあ、残り11点。いや、ワンチャンこれやるか。次のターンに勝てるかな。まあ、ただこのターンに死ぬのが NG なので、まあ1体ブロックしますか。まあただトランプルがあるんで、5点、2段攻撃やっても大丈夫。6、7、8。はい。さあ、これはドルイド。スペルがないので、ミシュラランド起動した場合は、調査員ブロックされて、5、6、7、8、9点入って、相手エンチャントコントロールしてないから、悪夢サクって勝つか。うん。計算ミスってなければ、勝ってるはず。さあ、フルパンしていきましょう。残り9点になってからの、調査員ブロックするしかなくて、5、6、7点入ってからのブレイズで2点ですね。うん。まあ、除去こそ、なかなか、引かなかったですが、しっかりと赤タンに対して、勝つことができましたね。さあ、一気に削り切っていくと、GG。まあ、ボロスよりはだいぶ戦いやすいですね。さあ、やっていきましょう。まあ、2マナアクションないですが、まあ、悪くはないハンドですね。まあ、あとは、4マナ目まで、しっかりと引けるかどうか。さて、ということで、まずは悪夢から、入っていきましょう。まあ、正直、その悪夢単体って、まあ別にね、そんなに強くないんですけど、このデッキにおいてはね、ランプですね。まあ何回もブリンクすることができるということで、まあかなりシナジーがあるカードですね。さあ、悪夢連打から、とりあえず3マナ目が確定しているので、次のターンブレイズで、しっかりとアドバンテージをね、取っていくことができますね。さあ、相手ランプですが、まあ多分対ランプはそこそこ有利な気がする。結局ランプってその、カードの枚数が必要ですからね。枚数が必要なんですが、まあどんどんとハンデスをしていくため、まあ必要なカードが残らない。っていうのが、強みではあるかなと。さあ、まあ調査員から行くか、儀式から行くかなんですが、まあファクトは終わっておきたいため、一旦、まあ儀式から行きましょう。うん。で、この後は、調査員連打ですね。まあただこのターンのブレイズは、いや、これ土地も上に置いてよかったか。お、サクる。なるほど。さあ、相手土地サクっていく。まあ、これは、全然 OK ですね。ランプが土地をサクる分に関しては、さあ、残り8点。一応何もなければ、6点プラス、ブレイズの2点で、勝つことはできますが、いや、これ土地も上を置くべきだったな。サクるんだったら。さあ、さらにタップインから、まあ、ただ、多分対処手段が、螺旋、なるほど。さあ、残り11点まで、まあもう一回ブレイズ出していきましょう。で、サクる。まあ、土地をサクられる分には全然 OK。そこがドローさせていく。からの間の悪い爆発。なるほど。赤が割とがっつり入ったタイプの、ハントランプですね。
まあ、どっちかというとコントロールチック。まあ、ランプもコントロールですが。さあ、ということでもう一回ブレイズ。うん。いやー、どっちが良かったかな。土地をサクっていくか、まあ、もしくは操作イン連打していくかだったんですが、さあ、ただこれで相手、5、6マナあって、さらにハンドが2枚。まあ、ただピクシー引いたんで、これは、もう勝ち確ですね。悪夢出して2点。で、ピクシーで悪夢戻して、で、さらに2点と。うん。さあ、ピクシーから悪夢戻して、さらにもう1回出し直していく。うん。さあ、これで勝利と。ジェウスも入ってる。なるほど。まあ、普通のハントランプよりもややコントロールチックな感じなんですが、まあ、ただ入れるカードは変わらないですね。まあ、一応、ハンデス入れる分、カードを抜いていって、1枚何か入れたい。クチルはまあ別にいらないので、まあ、ドレッドでも入れておきますか。さて。まあ2マナアクションないですが、キープしていきましょう。さあ、まずは脅迫から。まあ豆の木で OK でしょう。豆の木を抜くことによって、相手は、まあだいぶハンドが、弱くなっていくんで、はい。脅迫連打でこれはもう、相手のハンドがボロボロになっていきましたね。まあこれがハンデスデッキの強みですね。まあ基本的にランプに対しては、そこそこ有利な気がしますね。この前にもね、グルールランプに3回当たってるんですけど、グルールランプに対してはもう3回とも勝ってるんで、さあ、束縛。うん。あとは、まあ、縦置きで4マナ目アンタップインできるか。まあ、4ターン目パス。まあ、これはしょうがないですね。まあ、ただ相手のハンドもかなりね、弱くなってるんで、これは調査員がかなり刺さりそう。さあ、さらに土地を行ってからの調査員行きましょう。多分相手も、アトラクサまでがね、結構遠くなると思うんで、ただアトラクサ捨てる。なるほど。アトラクサを捨ててくる。2枚目を引いてるかどうかですね、これ。大天使。うん。まあ、一旦調査員は預けられてはいきますが。さあ、4点入ってからの、タップイン。まあ、さすがにドレッドから行きそうですね。うん。ドレッドで、次のターン、これはもうノーンを出していきたいかなと。まあ結局ランプに対してはノーンがね、かなり刺さるんで。さあ、3点ゲイン。ドレッドは対処できないでしょう。調査員もいいね。調査員もいいんですけど、ノーンを先に出すことによって、調査員が2回誘発するんで、まあ、本当に相手のハンドが一切残らない感じですね。さあ、はい。まあ、ノーンが出てしまうと、まあ、束縛は意味がなくなるので、まあ、使ってくると。さあ、ノーンを対処できるかどうか。相手は、まあ、ノーン対処しないともう何もできない状況ですね。さあ、ということで、まあ、調査員から行くか、悪夢から行くか。まあ、悪夢プラス、忘却の儀式でもいいですけどね。さあ、ワンディスカードから4点入って、さらに忘却の儀式で、バインドを割っていく。うん。まあ、これはボトムボトムで。さあ、ドレッドの戻ってきてからの4点アタック。まあ、盤面的には、こっちが、やや有利な状況ですね。さあ、残り14点。相手はおそらくもう一旦全除去をするしかないという、状況ですね。はい。まあ単純に2ドロ
対処する手段が多分間の悪い爆発からアトラクサーを捨てるとか、そういうのしかないと思うんで。さあ、手がかりを探ってから、で、これ2枚ドローしてるんですけど、調査員で2枚ディスカードになるんでこれがね、強いですね。さあ、調査員2回誘発。もうハンドが残らんぞと。はい。お、太陽効果を捨てさせることに成功と。いいですね。まあ、さすがに次のターンには勝ってそう。まあ、トップ太陽効果以外だったら OK かなと。さあ、天使殴ってくる。殴ってくる。なるほど。クリーチャーが出せるかどうか。なるほどね。さあ、大天使3枚目。1体除去って、1体ブロックされても、8、5、6、7。うん。まあ、1体相打ち取ってから、残り4。で、2点ライフルーズ。まあ、さすがに、はい、これとおりと。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。